ってんのか。あ、いけた。あ、いけた。本当にダメですね。ちゃんといけてる。今回はいけてるかな。じゃあもうちょっとコーヒーもなんかコーヒーを入れるとことかをやりながら、こ始まりとかをこう考えてましたが、全部失敗したので、なんか全部失敗したんで、始めます。なんかね、僕が映ってる画角と YouTube が映ってる画角全然違うんだよな。いいのかなこれ。なんでだろうね。これがね、こうしないといけないの。あ、違うのか。まあいいや。まああんまり気にせずにもう始めますね。じゃあもう始めよう。ちょっとここだけ、この机だけ拭きます。あのポッドキャストで毎回なんか参考にした本みたいなものを紹介してたんですけど、今日は前回森花江さん、こっち向きでいいのかな、逆がいいかな、これを紹介したいんですけど、こうがいいかな、こうがいいかな、みんなが見てる画角だったらこういうの、これがいいかな、これを紹介したかったです。ただこれはね、展覧会森花江とパリオートクチュール20年っていう本なんで、20年なんで、70、違うな、98年とか97年とか99年とかに多分された展覧会の、本当に来そうかな。合ってた。98年4月から5月。あ、意外に短い2週間、松屋銀座で朝日新聞主催で、テレビ朝日主催で、フランス大使館も講演してやったやつなんですね。これにいろいろまあ1個ぐらい、ちょっとぐらい見せてもいいのかもしれないけど、なんかこういう服とかね載ってたりするわけですよ。で題名のね、100年ぐらいいるのかって言ってるのは何かというと、まあ、森英恵さんの来歴みたいなのを見てみると、なんだろうな、60何年だったと思うんだけど、ニューヨークにやったのが65年、1965年なんですよね、これで見てると。で、65年っていうことは、あれですよ、あの、明治維新からだいたい100年ぐらいなんですよね。大体で。明治維新からだいたい100年ぐらいで、明治維新68年だからね。それで、まあ、明治維新のちょっと前に洋服が入ってきてるんですけど、まあ、洋服が入ってきて、そう織田信長の時はどうなんだとかいろいろもう言えなくはないんですけど、そこからまあ100年ぐらい経ってやっとあのちゃんと外国に行けるみたいな、外国から入ってきたものを100年ぐらい経って日本でちょこちょこやりながらもう一回行けるみたいな、まあ、でも戦争がなければそんなもっと早かっただろうとかも言えるけど、だからこじつけなんですけど、100年ぐらいかかんのかなみたいなことでね、100年。あとその後79年だったと思うんですけど、僕が生まれた年ですけどね、79年って79年にパリに行かれてるんですけど、まあ、その後はね、70年代からはもう80年代とかになると洋次さんとか川久保さんとかが大活躍していくわけですけどね。まあ普通に多分日本が景気良かったからっていうのは全然あるんだろうかなと思うんですけど、うん、戦争なかったらもっと早かったかもしれないですけどね。だからまあ今だともっと早いから
そんなことも関係ないのかなとか思いながらあれですけど、でこれね98年だからなんか ISDN ついてんのかなと思ったけどついてないんですよね、コードが。だからその時しか買えなかったのかな。今だと図録ってその展覧会じゃなくて普通に買えたりするんですけど、これは売ってない、書いてない。結構古い本でも全部最近書いてるんですけどね、書いてないんで、うん、売ってなかったのかななんて思うね、その時だけ。期間もね2週間でね。まあそんな感じでこの本紹介し忘れたので紹介しときます。でも紹介しようにもコードがついてないと難しいよね。でも売ってるんじゃないのかな、中古とかで。中古とかアマゾンとかで調べると中古で売ってるとは思うんですけどね。うん、まあそんな感じで、あとあとはねちょっともうほんともたもたしちゃったんでそろそろもう9時かな今、もうすぐ9時なのであれですけど、あとはね2冊ぐらいあと紹介して今日は終わろうかなって。ちょっともたもた、なんか最初ねマイクの音が全然出ないと思ってもたもたしちゃって、そしたらマイクが普通にこマイクのボリュームが下げられてただけだって、あれなんでマイク出ないんだろうなとか思ってめっちゃ悩んだんですけど、で最近僕ねよく見てるのがこれなんですよね。20年代30年代のアメリカニューヨークアメリカンインダストリアライゼーションっていうねこう言ってるんですけど、まあなんか20年代ってすごい僕は好きな年代なんですけど、競争の20年って言った時にね、アメリカを指すのかそれこそヨーロッパリを指すのかっていうのはいろいろあるんですけど、その戦艦期第一次世界大戦と第二次世界大戦の間なんですけどね。ですごいこう文化なりなんだろうインダストリアライゼーションだからこれは産業のことなんですけど、まあちょっと1ページぐらい見せてもいいと思うんだけどな。でこれは何の本だっていうとね、結構ねあれ面白いのがこういう展覧会をやってたんですよね昔。それが昔本当に1988年からやってたんですよ。全国を回るって言っても東京を回って伊勢丹でねやって、大丸次大阪の大丸でやって88年だから僕9歳とかかな。うん。で福岡でやって、で次がね宇都宮でやってるんですよね。なんでなんだろなんで宇都宮でやってるんだろうなとか思いながら、まあなんでとかって怒られるけど、宇都宮って昔すごい88年とかはすごいでっかい都市だったのかな。ちょっと80年代後半の宇都宮を知ってる人がいたらなんか教えてほしいんですけど、まあアーカイブで見た人がたまたま宇都宮の80年代後半から90年代を知ってる人だったらいいんだけど、で、まあ、宇都宮僕1回だけ行ったことあるんですけどね、なんか餃子が有名だから餃子を食べたけどなんかそこじゃないみたいな、よく調べずに食べたから、今なんか立派らしいんですけどね。でこれ僕ちょっと面白いなと思ったのが、パッと映らないあれでも付箋でも刺しててよかったな。本当にないあれすぐ開くと思ったけどな。面白いなと思ったのがもっとこっちだったな。工場工場萌えみたいなんて昔流行ったじゃないですか。この時代も工場萌えみたいなあるんだなと思って、ほらこういう写真とこういうの、うん、これちょっと見せてダメだったらこう公開をもうやめないといけないけど、まあ一応公開しようっていうか、怒られたらやめればいいからね。あ、そっか、だいぶラグがあるから
あれだね、僕が OBS の方で見ないといけないのか。これね、こういう工場萌えみたいなね、なんかでもすごいけどね、でもこういう絵とか描いてる人いるよなとか思いながら、これ絵じゃないけど写真だけどね、うん、フォードの工場らしいですけどね、これ最近僕よく見る本なんで、図書館にもあるんでね、見に来てくれればいいです。で、あとね、これは僕の本じゃないけど、とりあえず図書館に置いていくって言って置いてってくれた本があるんですよ、この本ね。まあなんか古いメンズのシャツとか、基本的にシャツなのかな、うん、が1840年代から1920年代に向けのこのクラシックなシャツみたいなの本なんですけど、これなかなか良くて、この間からずっと置いてってくれたんで見てるんですけど、次作る、来月か再来月に作るシャツにのシャツをね2着作ろうかなと思って、で2型、まあ間に合うか分かんないですけどね、2型作って、でそれに間に合えばいいなと思ってるんですけどね。うん、まあ1型ずつ作ればいいんだけどな、2型一気にやんなくても。ただ間に合うかどうかっていうのは、とある作って本ちゃん作って、それを1週間最低2週間最低1週間は着てみて、何回か選択して、で修正がなかったら来月に出せるかな。来月の9月末に出せるけど、修正があったらちょっと9月末間に合わないですけど、ちょっとね着て選択してからじゃないと僕ちょっと表に出したくないんで、自分で着るだけはいいですけどね。うん。あれなんか止まってる。これは何だろう、再生が止まってるだけか。これなんで止まるんだろうな。これでいいか、いけたかなこれで。うん。だからこの本めっちゃ最近見てる。うん。なんか縫製工ってここ中縫いして叩きつけて、で肩のとこはベストみたいな感じで挟み込んで縫って、でノーカラーにするか、でもノーカラーでおかしかったら襟つけるなとか思ったりしてるんですけどね。うん、でこれなかなかいい本だから、これも見つけたらなんか買ったら、もともとこんな値段だからね、安いんだ。まあでも今円安だから4500円とかしちゃうのか。それは高いまあ高くはないけど、まあなんかこの100円で考えちゃうからね、どうしても今の人は100円で考えないとは思うけど、僕なんか30代40代なんか100円で計算する癖がついてると思うんですけど3000円かと思うけど、今4500円だからな、きついね、確かにね、4000。まあでもこれ面白い本で、今なんか人なんか誰か見てくれてる、ありがとう。で前半っていうか、もうさっきもう森花さんと文化は100年ぐらいかかんのかなみたいな話は言ったんでなんかアーカイブを見てくれればありがたいなと思うんですけど、でこれの話もちょっとしたんでね、あのこの本の話も、この本の話はあの1920年代と30年代のアメリカがアメリカのインダストリアライゼーションだから、産業みたいな、だから工場とかが載ってるって感じですかね。工場萌えみたいなが載ってたりする本なんで、工場萌えみたいなのが載ってるで、ただこれのね、誰かこの見てる人が本当にどこに住んでる人か分かんないけど、もう一回だけね、さっきも言ったけどもう一回だけ言うと、これね、東京新宿伊勢丹でやってるんですよね。大阪ね、梅田大丸ミュージアムでやってるっす。で福岡県立美術館、これ面白いね、百貨店美術館なんですね。でやってて、宇都宮栃木県立美術館っていうところでやってるけど、宇都宮なんか東京大阪福岡宇都宮ってなんか不思議な並びだなと思ってね。宇都宮ってどうなんだろう。宇都宮って僕一回行ったけど、そんなめちゃくちゃ都会って感じはなかったんですけどね。まあなんか僕が生まれたとこよりかは確実都会でしたけど、
うん、宇都宮って大都市なのかな。まあね、こういうのがうちの図書館に置いてますんで。あ、チャット率。あ、こんばんは。いらっしゃい。あれだ。あ、ここにチャットが出るのかね。いや、なんかね、何回もね、僕ね、消しちゃってっていうか、こう、まずこれもさっき説明しちゃってるけど、マイク、1回目つけた時は、なんか音が全然なんか拾わないと思ったら、マイクの音量を絞っゼロにしてて、あれなんか壊れたかなとか思いながら Windows のそのパソコンのなんだろう設定とかいろいろ見てめちゃくちゃこう焦ったりしたんですけどね。でその次やったら限定放送にしてて、あの限定放送にしてましてね。いやいや、ありがとうございます。ほんと来てくださって、じゃありがたい。まあでもね、なんか何喋るか分かってたから誰も来なくてもこう喋れると思うんですけどね。こうコメントと雑談とかだと一人で雑談は結構辛いと思うんですけどね。ただなんかこうね、一応僕も画角とかいろんなことを考えてこうね、コーヒーをさっと入れてなんか見ながらみたいな、ちょっとおしゃれな演出をしようとしたのがもう台無しになってね、もうコーヒーも入れきりみたいな台無しでしたけど、まあ今日この3冊ね紹介してたんで、ISDN これはあると思うから言っとこう。このシャツの本の ISDN 一応言っときますね。 ISBN か、僕ずっと DN ってね、 ISBN コードっていうのね、これを検索すると絶対間違いなくこの本が当たるっていうことなんでね、当たるっていうのはこう当選するとかじゃないですよ。ネットで検索すると間違いなく、例えばこう書影が映せなくてもこれだっていうのは分かるっていう、まあその本屋さんの人が間違ってたら分かんないですけどね。うん、978-098601802ですね。これまあ概要欄に書いときますんでね、また後で。でこっちは図録だ。図録ってどうなんだろうな。図録も最近はあるんだけど、最近なのかな、こういう図録に ISN つけて売ってんのって。あれかな。これはないわ。アメリカの時代、1920年30年代ニューヨークの夢と未来っていう放題でやってるんで、最近図録も全部ね ISDN で書いてるん BN 書いてやってるけど、やっぱここの80年代とか90年代、こっちの森英恵さんの方も書いてないんで、こっちも書いてないから、あの最近なのかなって図録を売り出したっていうのは。もしかしたらそうなのかもしれない。あんまり気にしたことなかったんですけどね。確かにね、ディオールのやつとかでもその時しか買えないとかと思って買ったら全然 Amazon にも売ってるし、なんなら公式も売ってるみたいなことが多いから、ちょっとその辺詳しい人はなんか教えてほしいけど、図録ってもうでも貴重だよね、そう考えると。その時しか買えない。これだったら2週間しか買えない。お金あったんだね。そういう面では2週間のためだけに作るってお金あったんですね、昔は。まあ80年代90年代なんでね、お金ありますよねっていう感じで、まあ20分やったからね、もう9時なので、コーヒー僕ね、コーヒー飲んだら寝れなくなるかな。うん。ああ、まあまあ美味しい。この焙煎したコーヒー、まあまあ美味しく入れれてますが。じゃあありがとうございました。まああんまりどうだろうな、長くしてもね、あれかな。一応用意してきたことはもう全部喋っちゃったんで高評価誰か押してくれてありがとう。そうだ、僕絶対言わないといけないこと忘れてた。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。これをね、僕ね、今までちょっと恥ずかしがって言ってなかったんですけど、絶対言って。あともう一個だけちょっと申し開きをしないといけないことがありました。
あのシャツの YouTube のね YouTube のシャツを今月からやるって言っても明日9月になっちゃうから、でもやります、シャツを。うん、クラシックなシャツ、あ、押してくれた、優しい、ありがとうございます。クラシックなシャツの縫製を始めるんで、まあ月1だからな、来年の6回ぐらいか、来年の2月とかにはとか、まあ来年の3月4月には終わる、シャツシリーズ終われるんじゃないかなと思いますね。イタリアとかねのシャツっぽい縫製っていうのはあんまりどこかで載ってんのは見たことないんでね。シャツって、まあ、縫製してる人が見てるのかわかんないですけど、シャツって先に袖つけて袖下からブーンって塗っちゃうんだけど、あのそうじゃない縫い方っていうのがあって、それはあんまりシャツの本とかにも書いてないから、そこはちょっとまあ微妙にね、分かれば誰でも分かるし、そんなにやってること自体が難しいことではないと思うんで。ただ高級シャツって、ヨーロッパの高級シャツってほとんどそういう、ほとんどでもないか、半分以上はでもそういう作り方してるんじゃないかな、高い高いドレスシャツっていうのは。うんと思うので。っていうか統計取ったわけじゃないんで、全然半分じゃないぞって言われたらちょっと困るけど、まあまあシャルベもそうだし、シャルベっていうとこがあるんだけど、シャルベっていうとことか、特にイタリアなんかはボレリとかもそうだしね、スーツブランドだけどキートンとかブリオーニとかも全部その作りでやってるんで、それを自分へのプレッシャーとしても今9月の最初の動画からシャツのシリーズをもう一回再開するっていう、あの何、戒めを、戒めじゃないな、えっ、となんだろう、あれ、プレッシャーを与えていきたいと思いますんで。じゃあ皆さん、本当来てくれた人ありがとうございますね。本当にめっちゃ感謝です。では明日から9月、しかも月曜だけど頑張っていきましょう。ではではでは、さようなら。これがちょっと待って、どこで切るんだろうね。OBS で切っていいのかな。あ、手が映ってない。手が映ってなかった。ありがとう。ありがとうございました。これはどこで切ったらいいのかがちょっとあったあったあった。はーい。